どうもどうも、ずんだもんです。オメガ、今日はね、サントメプリンシペ共和国を紹介するのだ。サントメプリンシペって知ってる？実は、世界最大のチョコレート輸出国だったらしいのだ。シグマ、デルタ、びっくりでしょ？そんなサントメプリンシペのニュースを、今日は全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。経済、エネルギー転換、指導という記事なのだ。国会本会議で経済財務大臣がとっても良いニュースを発表したのだ。プリンシペ自治州でクリーンエネルギーを使った新しい電力解決策が見つかったそうだよ。国のエネルギー転換が大きく進むってことなのだ。これはもう見逃せない。一体どんなニュースなのか一緒に見ていくのだ。こんにちは。今日はアフリカ大陸の西沖に浮かぶまるで宝石箱のような国をご紹介するのだ。その名はサントメプリンシペ。ちょっと耳慣れないかもしれないけれど、とっても魅力的なのだよ。ギニア湾の赤道直下に位置する2つの大きな島、サントメ島とプリンシペ島を中心に小さな島々で構成されるアフリカで2番目に小さな国なのだ。首都はサントメ市。一年中温暖で豊かな熱帯雨林と美しい海岸線が広がる自然の楽園なのだよ。この国はかつてはポルトガルの植民地で、特にカカオの栽培で栄えた歴史を持っているのだ。その歴史を経て1975年に独立を果たし、現在は大統領を元首とする共和制を採用しているのだ。穏やかで安定した政治体制が特徴なのだよ。人口はおよそ22万人ほどで、とてもこじんまりとしているのだ。主要な産業はやっぱりカカオやコーヒーといった農業なのだ。近年は手つかずの自然を生かしたエコツーリズムにも力を入れていて、隠れた秘境として注目を集めているのだ。固有種の動植物も多く、まさに生物多様性の宝庫なのだよ。文化的にはポルトガル語が公用語で、アフリカとヨーロッパの文化が融合したクレオール文化が息づいているのだ。独自の音楽やダンスもあって、訪れる人を温かく迎えてくれるのだ。豊かな自然と穏やかな人々の暮らしが魅力のサントメプリンシペは、日常の喧騒を忘れてリラックスしたい人にぴったりの場所なのだ。ぜひ一度、その魅力を体験してみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。政策、第5回国勢調査で格差が浮き彫り、持続可能な開発戦略を促進という記事なのだ。サントメプリンシペで第5回国勢調査の結果が発表されたのだ。国の人口は約21万人で5万3000世帯あるのだ。世帯主は男性が 51%、女性が 49% なのだ。経済財務大臣によると、これは男性の海外移住が加速しているのが原因かもしれないのだ。サントメの人たちの平均寿命は71歳に伸びたのだ。でも、レンバ地区だけは62歳と特に低いから、何が起きているのか調べる必要があるのだ。カウエ地区は、出生率も出産数も国内で一番高いのだ。女性は平均で3人以上の子供を産んでいるのだ。プリンシペ島でも子供が多い傾向にあるのだ。一方、亡くなる人は男性の方が多くて、死亡率の 54.5% を占めているのだ。そして、海外への移住がすごく増えているのだ。2024年11月から2025年3月までのたった5ヶ月間で、1万2000人以上のサントメプリンシペの人たちが国を出て行ったのだ。特に15歳から49歳までの、いわゆる働き盛りの世代が大量に移住しているのだ。テレビで見るような状況も、この加速する移住が原因なのだ。政府は、この国勢調査の結果をしっかり活用して、持続可能な開発戦略を策定したのだ。この戦略は2026年から2040年までの長期計画で、法律で承認されて、これからの政府もずっと実行していく予定なのだ。今年の終わりには、ベルギーのブリュッセルで投資フォーラムを開いて、国際パートナーにこの戦略のプロジェクトを紹介するのだ。経済財務大臣は、これからもずっと国際パートナーに頼るわけにはいかないのだ。
感謝はするけど、それだけじゃ経済を動かすには足りないのだ。だから新しい港や空港の整備がとても大事なのだ。これを変えなければこの50年と何も変わらないのだと話しているのだ。この戦略では貧困をなくしたり、首都の登米市があるアグアグランデ地区にいる20人のホームレスの問題も解決することを目指しているのだ。みんなで協力してより良い未来を作るのだ。2つ目のニュースなのだ。スモーリヌイ艦がサントメ機構国民議会が沿岸警備隊の訓練要請を承認という記事なのだ。サントメプリンシペにロシアの練習艦スモリヌイがやってきたのだ。なんと35年ぶりにロシアの軍艦がサントメの穴チャベス湾に戻ってきたのだ。国民議会では去年ロシアと結んだ軍事や安全保障に関する大切な協力協定を正式に承認したのだ。法大臣のベラ・クラウビットさんは、これは協力関係を深めて世界の安全を守るためにみんなで力を合わせるとっても大切なことなのだって言っていたのだ。議員さんたちはこのスモリヌイが穴チャベス湾に停泊してサントメの沿岸警備隊の訓練をするのを許可したのだ。スモリヌイはアフリカイニシアティブっていうアフリカの協力組織が応援している作戦にも参加しているのだ。この船はサントメに来る前に赤道ギニアで作戦に参加していて、これからコンゴ共和国南アフリカタンザニアに行く予定なのだ。さらに国民議会はセルビアと結んだ防衛協定も承認したのだ。この協定は経験を共有したり訓練したりいろいろな協力をしていくことを約束しているのだ。サントメプリンシペの安全がもっとしっかりするといいなのだ。3つ目のニュースなのだ。経済エネルギー転換指導という記事なのだ。国会本会議で経済財務大臣がとっても良いニュースを発表したのだ。プリンシペ自治州でクリーンエネルギーを使った新しい電力解決策が見つかったそうだよ。国のエネルギー転換が大きく進むってことなのだ。大臣によるとプリンシペ島には3メガワットを発電するためのシステムが導入される予定で、費用は300万から500万ドルくらいかかるけど資金はもう確保されているそうだよ。今のプリンシペ島の電力需要は2メガワットだからこれで10分賄えるようになるのだ。島の送電網も全部新しくなるんだって。さらに政府のエネルギー転換計画にはトメ島のアグアカサダっていう場所に新しい太陽光発電所を作ることも含まれているのだ。大臣はこの計画の実現に政治的な邪魔が入らないことを願っていて、クリーンエネルギーのためにみんなで協力してほしいって呼びかけていたのだ。アグアカサダの計画は太陽光で11メガワット、バッテリーで7メガワットも発電できるの。曇りの日みたいな日差しが少ない日でも安定して電力を供給できるからとっても安心なのだ。ガレス・グアダルーペ大臣は他にもたくさんのエネルギープロジェクトがあるって発表したのだ。クリーンで持続可能なエネルギー源に移行するために政府はすごく頑張っているんだよ。戦略的なパートナーと一緒にさらに5メガワットの電力を増やそうとしているんだって。アグアカサダの太陽光発電と合わせると合計で16メガワットになるのだ。これは国の今の電力需要とほぼ同じなんだよ。この取り組みで化石燃料を使うコストをぐっと減らしてこの国に持続可能なエネルギーを提供することが目標なんだって。すごいのだ。4つ目のニュースなのだ。STP50 周年にアンゴラが送る賛辞共感友愛そして血縁にも似た絆という記事なのだ。アンゴラとサントメプリンシペは独立50周年を記念してとっても深い絆で結ばれているんだなのだ。アンゴラはサントメに共犯者で兄弟でそして血縁関係もあるって言ってるのだ。サントメプリンシペはもともとアフリカ大陸から連れてこられた奴隷さんたちによって築かれた歴史があるのだ。特にたくさんの奴隷さんたちは
今のアンゴラの地域にあったコンゴ王国っていう場所から来ていたのだ。アンゴラのフェデリーのペリガンが大使参外ウには、昔のコンゴ王国は今のアンゴラからガボンまで広がる巨大な国だったらしいのだ。そしてその後ろにはナミビア北部まで伸びるクアニャマ王国もあったのだ。つまり今のアフリカにある国境は植民地を治めていた国が勝手に線引きしたものだから、アンゴラとサントメの人たちはもともとルーツが同じアフリカにあるってことなのだ。サントメの人たちはアフリカのいろんな民族とポルトガル人の血が混ざってできたのだ。昔奴隷を運ぶ船や後には労働者を乗せた船が盛んに行き来したおかげで、両国の間には血縁関係がとっても強くなったんだなのだ。アンゴラに親戚がいるサントメの家族もいるし、その略もあるのだ。大使さん自身もアンゴラで育ったサントメ系の幼なじみがいたって話してるのだ。それにペレイラとかブラガンサ、リマみたいに両国で同じ姓を持つ人が多いのもこの深いつながりを示してるのだ。アンゴラとサントメはポルトガルっていう同じ国に植民地として支配されていたから、自由を求めて一緒に戦ったのだ。自己決定したいって気持ちはみんな同じだったから、力を合わせて行動したんだなのだ。例えばサントメのアルダとエスピリト、サントさんとアンゴラのアゴスティン・ホネトさんっていう詩人さんたちはポルトガルにいたアフリカ出身の学生さんたちと一緒に植民地支配の辛さを訴えて独立の必要性を人々に伝えたのだ。彼らの書いた詩は戦いの武器にもなったんだなのだ。アンゴラ大使さんはサントメとアンゴラの人たちの関係は今も生きていて活気に満ちているって強調しているのだ。独立から50年経った今でもこの2つの国は強い共感と同じ仲間だっていう貴族意識を共有しているのだ。5つ目のニュースなのだ。アンゴラ、サントメプリンシペとの二国間関係の不和を指摘という記事なのだ。アンゴラがサントメプリンシペとの間で国の間の関係が悪くなっているって訴えているのだ。アンゴラ駐サントメプリンシペ大使のフィデリのペリガンガさんが両国の協力関係が乱れているって話しているのだ。大使によると昔は兄弟みたいに協力し合っていたのに最近は関係がギクシャクしているのだ。一番ひどい例がアンゴラ企業リダックスが持っていたローズマビール工場がサントメプリンシペの企業ソリバンに違法に引き渡されちゃったことなのだ。大使は大使になった2年前からこの問題に取り組んでいて法にのっとった解決を求めているのだ。このローズマ工場の件がちゃんと解決しないとサントメプリンシペっていう国の信頼性がめちゃくちゃになっちゃうって大使は強く訴えているのだ。もし問題が長引いたらサントメプリンシペのイメージが悪くなるって言っているのだ。アンゴラとサントメプリンシペの間には投資を守るための協定もあるのにローズマの件が解決しないと困るのだ。この状況のせいでアンゴラからの投資家さんは少なくなって2012年までは増えていたアンゴラ人観光客も減っちゃったのだ。ローズマの件は両国関係のトラブルの中で一番大きいってアンゴラは考えているのだ。大使は政治が変わるといろいろな利害関係が出てきてトラブルが起こりがちなのだって話していたのだ。サントメプリンシペは豊かな自然と文化が魅力の国なのだ。人口減少や国際関係の課題もあるけれど持続可能な開発やクリーンエネルギーで未来を切り開こうと頑張っているのだ。小さな国だけど秘めたる魅力と可能性がいっぱいなのだ。これからもサントメプリンシペの未来をずんだもんも応援していくのだ。みんなもぜひ注目してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では
ない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。